勉強しようと机に向かいます。でも気がつけば手がスマートフォンを触っていませんか？また続かなかった。自分は意志が弱いからだ。そう心の中でつぶやいていませんか？例えば三日坊主で終わってしまった筋トレを思い出してください。実は続けられないのはあなたの意志が弱いからではありません。脳の仕組みを理解すれば誰でも続けられるようになります。今日は3つお伝えします。1つ目は意志力バッテリー説が崩れつつある話。例えばこれまで信じてきた努力の概念が変わるかもしれません。2つ目は頑張らずに続く脳の本当の仕組み。3つ目は今日から使える具体的な環境設計です。あなたの毎日が変わるヒントがここにあります。これまで意志力は使うと減ると広く信じられてきました。例えば朝に難しい決断をすると夕方にはもう残っていないと感じる人もいるでしょう。この常識が実は揺らいでいるというお話です。なぜそうなるのか、その理由をこれから詳しく見ていきます。この考え方には自我消耗という名前がありました。意志力を筋肉のように捉え、使えば疲れるという説です。前頭前皮質という脳の部位がその働きを担うとされてきました。難しい問題を解いた後、何も考えられない時があります。これは自我消耗が原因とされていました。長らく信じられてきた理論です。頭を使うと甘いものが欲しくなりますよね。この感覚に科学的な裏付けがあるように見えました。グルコース、つまり血糖を消費するという説明もセットでした。集中して勉強するとチョコレートが食べたくなることがあります。これはこの理論に基づいています。しかしこれには疑問が投げかけられています。ところが2016年、状況が変わります。世界中の研究機関が大規模な追試を行いました。例えば同じ実験を異なる場所で何度も繰り返したのです。その結果、自我消耗の効果は再現されなかったそうです。これはこれまでの常識を覆す大きな発見でした。グルコースが意志力の消費で減るという説明があります。しかし検証できる証拠は少ないという指摘もあるのです。難しい作業をしても脳の血糖消費は増えません。一日中集中して仕事をしても脳が大量の糖分を消費するわけではありません。これは脳科学者の間では以前から知られていたそうです。誤解を解きましょう。さらに興味深い研究があります。意志力は限りある資源だと信じている人にだけ疲労のサインが見られたそうです。テスト前に意志力を使い果たすと、その後の課題で成績が下がることがありました。思い込みが体に影響を与えているのです。逆に意志力はほぼ無限だと信じている人には疲労のサインが見られませんでした。意志力は減るという思い込みがありますよね。自分は疲れていても頑張れると信じる人は実際に疲れを感じにくい傾向があります。この思い込みが疲れを生み出していた可能性があります。心の持ちようが大切です。もしあなたが自分は意志が弱いと責めてきたのなら、それは揺らいでいる理論が土台だったのかもしれません。
努力が足りないと感じていませんか？それは脳の仕組みのせいかもしれません。そうしたらどうでしょうか？少し違って見えてきませんか？自分を責める必要はないのです。意志力バッテリー説が崩れたとします。では、何が続く、続かないを本当に決めているのでしょうか？例えば、毎日歯磨きをするのは意志力を使っている感覚がないですよね。次に、その脳の仕組みを見ていきましょう。私たちの体がどう動いているのかを知る手がかりです。ここで登場するのが大脳基底核という脳の部位です。この部位は運動のコントロールに関わります。次にどう動くかを選んだり、報酬を予測したりする働きです。自転車に乗るとき、次にどうペダルを漕ぐか無意識に決めています。これは大脳基底核の働きによるものです。習慣を司る場所です。ポイントは、この回路にドーパミンが深く関わっていることです。ドーパミンには2つの働き方があります。持続的なトニックと瞬発的なフェイジックです。目標へ努力を続けるのはトニック。達成した喜びはフェイジックが関係しています。脳の活動を理解しましょう。フェイジックなドーパミンは予想より良いことが起きた瞬間、その瞬間に反応すると言われています。何か行動して良い結果が出た瞬間を想像してください。例えば、目標を達成した時に脳の中で「やった!」という小さなご褒美の合図が鳴るイメージです。この合図が次の行動への意欲を高めてくれるのです。小さな喜びを大切にしましょう。気合で行動するときと習慣化した行動では違います。使っている脳の回路がそもそも違うのです。今日こそやろうと決意するのは、高コストな回路を毎回フル稼働させている状態です。新しいことを始めるときに感じる疲労感は、この高コストな回路を使っている証拠です。脳のエネルギーを消費します。一方、歯磨きや通勤ルートのようにすでに自動化された行動は違います。大脳基底核が担当していて、ほとんど考えるプロセスを経ずに体が動きます。これは低コストです。朝起きて顔を洗うとき、いちいち考えなくても手が動きます。これは自動化された回路のおかげです。脳に負担がかからないのです。つまり、続けられる人は意志力が強い人ではありません。その行動を高コストな回路から低コストな回路へと移すことに成功した人なのです。自転車の練習を始めたばかりの頃は大変です。でも、慣れてしまえば意識せずに乗れるようになります。これと同じです。車の運転を思い出してください。慣れるまではものすごく疲れますが、慣れた今は鼻歌を歌いながらでも運転できます。初めての道や新しい車に乗るときは集中力が必要です。いつもの通勤路なら考え事もできますよね。習慣もこれと同じ現象です。脳の自動化が進むのです。では、この回路の切り替えをどうやって起こせばいいのでしょうか。朝の支度で服を選ぶのに時間がかかり、疲れてしまう人もいるかもしれません。ここから今日すぐに試せる3つの方法をお伝えします。日々の生活に取り入れやすい方法です。まず1つ目は、
行動を始めるまでのハードルを物理的に下げることです。朝起きてすぐジョギングしたいなら、寝る前にウェアを枕元に置くなどの工夫です。意志力に頼らない仕組みを先に作っておきましょう。そうすることで行動がスムーズになります。有名なジャム実験をご紹介します。スーパーの試食コーナーでの実験です。24種類のジャムと6種類のジャムの日を比べました。お昼時に買い物に来たお客さんがたくさんの選択肢に直面したとします。結局何も買わずに帰ってしまうような状況です。試食に立ち寄った人は24種類の日の方が多かったです。しかし購入した人の割合は逆の結果でした。24種類の時はわずか 28%、6種類の時は 98% だったといいます。スマホで動画を探す時、選択肢が多すぎて結局何も見ずに終わる経験はありませんか？選択肢が多いと人は疲れてしまうのです。選択肢が多いほど人は選ぶこと自体に疲れてしまいます。決めるという行為には見えないコストがかかっているのです。レストランでメニューが多すぎると選ぶだけで疲れてしまうことがあります。どれにするか悩んでしまいますよね。これは決断疲れと呼ばれる現象です。脳のエネルギーを消費するのです。習慣化にもこの原理はそのまま当てはまります。今日は運動するかしないか、何を着て走るか。毎日運動するぞと決意しても、その都度ウェアを選ぶだけでも決断疲れが起こります。毎回小さな決断を積み重ねていると、行動を始める前に疲れてしまいます。だから事前準備が大切なのです。具体的にはこんな工夫ができます。前の晩に運動着とシューズを玄関に出しましょう。スマートフォンは寝室の外で充電します。テキストを開いたまま机に置くのも良いでしょう。朝起きてすぐにコーヒーを飲みたいですよね。前夜に準備を済ませておきましょう。コーヒーメーカーの準備をしておくのです。判断を前もって済ませます。意志力を使わずに済むようにするのです。どれも共通している点があります。その場で意志力を使って選ぶ場面を事前になくしているのです。明日の朝食を寝る前に決めておけば、朝の忙しい時間帯に悩む必要がなくなります。意志力や判断力は朝から晩まで均等にあるわけではありません。特に朝は貴重な資源です。目の前の選択肢を減らしておけば、高コストな前頭前皮質の出番を減らせます。毎日の服装を数パターンに決めておくことで、朝の決断疲れを防ぐことができます。行動が選ぶものからなるものに変わっていくでしょう。意識せずに動けるようになるのです。摩擦を減らせたら、次にやることは小さな成功体験を意図的に作ることです。例えば、布団から出るのが苦手な人は、まず足を床につけるだけでも良いのです。2つ目のステップ、マイクロウィンを設計しましょう。小さな一歩が次の行動につながるきっかけになります。フェイジックなドーパミンは良い結果の瞬間に反応します。そうお伝えしましたね。これはハードルを低く設定すれば良いということです。
今日の目標を1分だけ瞑想するに設定しましょう。簡単に達成でき、脳に良い合図を送れます。簡単に予想より良い結果を作り出せるでしょう。小さな成功を積み重ねましょう。多くの人が挫折する原因は、最初の目標設定が高すぎることです。毎日30分勉強する、毎日5キロ走る。これまで運動習慣がなかった人がいきなり毎日1時間走るのは難しいでしょう。こうした目標は達成できなかった日があります。またダメだったという失敗の記録を重ねてしまいます。自信を失う原因になるのです。逆にハードルを下げてみましょう。テキストを1ページ開くだけ、シューズを履くだけで良いのです。例えば、夜寝る前に明日の朝に読む本を机の上に開いて置いておくような工夫です。これならほぼ確実に達成できます。達成感が次の行動につながるでしょう。バカバカしく感じるかもしれません。でもここが重要です。行動した直後にできたという小さな合図を脳に送ること。例えば運動後に今日は頑張ったと心の中でつぶやくことでも効果があります。これがフェイジックなドーパミンの放出につながります。小さな達成感が次への原動力になるのです。達成をより確実に脳へ伝えるための工夫として、記録を可視化する方法もあります。カレンダーに印をつける、手帳にチェックを入れる。毎日水を2リットル飲む目標を立てたら、飲んだ分をアプリで記録しましょう。記録するのも良い方法ですよ。行動した直後に目に見える形でできたという証拠を残すのです。達成感が視覚で得られます。続く、続かないを決めているのは意志の強さではなく、回路の切り替えでした。回路の切り替えには繰り返しの回数が重要です。自転車に乗る練習も毎日少しずつでも乗り続けることで体が覚えていきますよね。30分を三日坊主で終えるより良い方法があります。1分を90日続ける方が回路の定着には近道です。小さな継続が大きな力になります。最後のステップです。ここまでの2つは目の前の行動のハードルを下げる話でした。3つ目は少し先の未来にある本当のご褒美と今の行動をつなぐ橋を架ける話です。資格試験の合格という遠い目標と今日の勉強という行動を結びつける方法です。脳に報酬を実感させることが重要です。多くの習慣が挫折する理由があります。報酬が遠すぎるという問題です。筋トレの成果は見た目に現れるまで数ヶ月かかります。資格の勉強も結果が出るまでには時間がかかります。数ヶ月後の目標だけを見ていると、日々の努力が報われていると実感しにくいものです。脳はすぐに報酬を求めます。脳の報酬回路は目の前の予測誤差に反応します。数ヶ月先のご褒美は遠すぎますよね。ダイエットの目標を立てても半年後の目標だと難しいです。モチベーション維持も難しいでしょう。今の脳にとって実感が湧きません。だから工夫が必要です。ここで役立つ考え方があります。遠い報酬と今の行動の間に小さな橋を架けるのです。
例えば好きな音楽を聴きながらでないとできない作業にする。夜寝る前に明日やるべきことをメモする習慣をつけるのも良いでしょう。行動と報酬を近くに感じられるようにするのです。進捗を目に見える形で積み上げます。線を引く、シールを貼る、数字を記録する。遠くのゴールそのものではなく、直近の変化を見せます。例えば、毎日読んだ本のページ数を記録してグラフで視覚化するのも効果的です。昨日より積み上がったことをこまめに脳に見せてあげましょう。小さな成長が大きなモチベーションになります。誰かに報告する、あるいは一緒に取り組む人を作るのも良いでしょう。毎日の運動を終えたら家族に今日もやったよと伝えるだけでも効果があります。人に今日もやったと伝える瞬間そのものが一つの小さな区切りになります。脳が報酬を感じるきっかけです。こうした工夫には共通点があります。遠いご褒美を今すぐ受け取れる小さなご褒美に変えているのです。運動が終わったら好きな飲み物を飲みましょう。勉強が終わったら好きな動画を少しだけ見ましょう。その積み重ねが気づいた頃には頑張らなくても続いている状態を作ってくれます。自然と行動できるようになるでしょう。ここまで意志力についてお伝えしてきました。意志力は使うと減るという説があります。これは大規模な追試で再現されなかったと報告されています。あなたが感じてきた意志が弱いという感覚、それは揺らいでいる理論の上に立っていたのかもしれません。続く、続かないを決めるのは何でしょう。根性ではなく大脳基底核への移行です。摩擦を減らし、小さな成功体験を積み重ねましょう。遠い報酬に橋を架ける。この3つが移行を後押ししてくれます。今日から何か一つ試してみてください。それが頑張らなくても続く自分への最初の一歩になります。脳の仕組みを深く知りたい方にはこちらの動画もおすすめです。ここまで見てくださってありがとうございます。このチャンネルでは心の健康を保つヒントをこれからもお届けします。例えばストレス軽減やモチベーション維持に役立つ情報です。チャンネル登録もぜひお願いします。あなたの毎日がより豊かになることを願っています。